どうも天才です。今回は3つの道の話から始めたいと思います。この理論が頭に入るだけで試合の見え方が変わります。では、まずこちらを見てください。真ん中の道と両脇に道が1つずつ。実はこの構図、オーバーウォッチに登場するマップの基本構造なのです。一般的には中央の道をミッド、左右の道をサイドと呼びます。ミッドにはルール関与のオブジェクト、サイドには価値のあるポジションがあります。大切なのはこの使い方で、自分が不利な相手がいる道以外で戦うこと。これを徹底しましょう。たったこれだけで、このごちゃつきがちな戦場の中で、死のリスクを最小限に留めることができ、大胆に動ける余裕が生まれます。情報量の多いゲームをやるときは、いかに情報を単純化して理解するかが、攻撃の鍵になるんですよね。今回は、右奥の黄色くてでかいキャラが不利なので、それと同じ道に立たないことを徹底してプレイします。他に危ないキャラはいないから。3つの道理論のために、ゲーム開始直後は、敵の顔を見て進める道を決めるところから始めます。今の戦いで大体映りましたね。このデカ黄色のいる道以外で戦うということだけ気をつければ、あとは簡単な車線管理で打ち合うだけです。今はこのチームのプル職を担当しているので、なるべく多く攻撃する機会を作りたい時に、敵を探して先に攻撃をすること、動く敵にしっかりと攻撃を当てること。今はこの2つに少しでも多くの集中力をかけたい。デカ黄色が右サイドから真ん中の道に入りましたね。移動能力を持たない大きなキャラは囲い込めるシチュエーションができさえすれば簡単に殺せます。そのために周りの小さいキャラを倒して消すか削って引かせる必要があります。その任務遂行までの速さが試合の優位不利を直接決めるので、どこまで専念できるかは本当に大きな価値があります。まあ今回に限っては特に気をつけるべきキャラが1体しか敵にいなかっただけで、試合の前半活躍しすぎると後半敵の対策が追いついて道が2つ3つ埋まっている時が結構あるんですよね。そうなると、複雑さが増えて、一気に攻撃の難度が上がるんですけど、そのレベルの話は、また別の動画で説明するとしましょう。敵の死に戻りが終わった第2回戦。今度はこのラインで、3つの道を意識します。デカ黄色がいないうちに、真ん中以外の道でしました。デカ黄色がいないことを、チラチラチェックさえしていれば、囲まれることはありません。自分より強いプレイヤーが敵にいても、そのプレイヤーがいる道で起きている戦いよりも速いプレイスタイルで自分に戦いの戦果を上げるという立ち筋があるのもこの理論の強みですね。今回の試合は特に3つの道理論だけで勝負が決まっている感があったので動画に採用しました。がこのままストレート勝ちするので発展的な内容に触れるにはデータが少なすぎました。そのうちこの理論のその先の話を動画にします。楽しみになっている方にそれではご視聴ありがとうございました。